勝手気ままな裏レディオー。どうもネギです。ミキです。はーい。ミキムズ。そうです。ではね、今日は振り返りです。はいはい。何の？先日、まあちょっと前ですけど、ビットサミット開催されました。何それ？いや、ビットサミットは何ぞやった放送を前回したじゃないですか。説明してくれないとわからんわ。いやもう、私はざっくり言いますけど、京都で開催された、インディーゲーム。ちょっと小規模な、ゲームの、まあ、展示というか、そういうイベントがありました。で、まあ、それに、今年も、そうそう、プラチナゲームズも参加したので、まあ、それがどうだったかって話をしようかなと思ってます。マネーの行方ね。そうです。まあ、気になってますよね。はい、そうです、そうです、その通りです。それしか興味ないですよ。はい。はい。じゃあ、早速参りましょう。はいはい。で、まずね、まあ、その前に前座として、まあ、我らがそれクレスタ。こちら、私有台、用意しました。結構ね、遊んでいただけたみたいですね。もう実際ね、プレイされたことがない方もたくさん遊んでいただけたし、もう、購入していただいた方も、もうまた遊んでいただいたりとか、まあ結構ね、いろんな人が遊んでもらって盛り上がったみたいです。結構まあ普通に面白いとか、普通に面白いんだ。いや、普通にもう、なんで。まあ、その程度やね。ちょっと、今、語弊がありました。ちょっとディレクターに怒られちゃうな。面白いとかね。普通にね。ピクセルが、普通に綺麗とか。普通に綺麗とかっていう、まあ、好評いただけました。まあ、普通レベルだね。いや、まあ。しっかり今後も、大切に育てていきたいと思うので、そういう、印象がつくような、揚げ足取りはやめてください。あんたやろ。いや、さらっと流してください。まあ、なんでね、まあまた、なんだ、これを機に、買ってくれた人がいるんじゃないかなと思って、まあよかった、いい展示だったんじゃないかなと思います。まあね、はい。で、まあ、前座はこれぐらいにして。はい、ですよ。でです。物販。物販ですよ。もう大増量しましたよね。結果、まず発表したいと思います。金額部門と数部門があります。要は金額1位と、まあ、売上1位と数で1位と。なるほど。まず金額いきましょう。まあ、具体的なね、数字はまあちょっと差し替えた方がいいと。まあいろいろ言われたんで。後で私たちがこちょこちょするとしてるわけね。そう。そして、まず金額。ズ T シャツです。どうでもいいやつ。いや、面白いやつですよ。プラチナゲーム、スじゃなくてズですよってのが、まあ、大きくプレゼント。どっちでもいいやつね。そう、まあ、どっちでもよくないから書いてあるんですけど。まあ、あれが、一番貢献したと。意外にも。あ、そこなんだって。僕、普通の、ロゴかなと思ったんですけど。ねえ、ズってでかく書いてあるその、キラそうなんですよね。って。そうですよ。まあ、しばらく皆さん来た後、まあ、パジャマとかになるのかなと思いますけど。そうです。まあ、好きに使っていただけたらいいかなと思います。あれが金額的に入れたのね。そうです。で、数は、我らがディレクター、神谷秀樹のアクリルスタンドが一番数売れてるみたいです。誰それ？いや、だから看板ディレクターですよ、うちの。広報の人じゃないの？広報じゃないですよ。広報って、まあ、ズ T シャツと絡みはありますけど、関連はありますけど、もう看板ディレクターです。広報の人じゃないです。あ、そうなんだ。そう、あの人のが一番売れたという。なんか、丸っこいフィギュア、アクリルフィギュアね。そうです。あからさまに売れなさそうなやつが。そう。数出たんだ。そう、数が一番出てないですよ。俺が発案したんじゃないからなってすごい本人は言ってましたけど。恐るべきことですね。恐るべきことで、さすが看板という感じですね。はい。人間の思考がよくわからんな。そうなんですよ。だから、まあ、この合わせで、さぞいいものを、上の連中は食べたんですよね。莫大なマネーで、もう京都で、なんか鴨川のほとりでなんかこう、涼みながら食べたんでしょうね。それ豪遊でしょ。豪遊したんでしょうね。で、まあこんな感じで結構盛況したんで、まあ良かったなと思うんですけど、それ以外のトピックで言うと、プラチナマンのアクリルフィギュアって、覚えてます？もう、地球上に存在しない人の。地球上に存命ですけど。存命ですけど、全代表をモチーフにした、ちょっとスーパーヒーローみたいな。はい。キャラクターのアクリルフィギュア。あれも
それ全、ね、言うても全代表ですからね。そう、全代表ですから。はいはい。それはもう、それはとてつもない猛威を振るったことでしょ。そう。うん。ゼロです一つも売れませんでした。在庫処理かけたのに、もう、来年に持ち越しですね、これ。ほこりかぶってるやつでしょ。そう、これでディスカウントしないとダメかもしれないです。ほこりを積み上げるわけね。そうです、そうです。だからもう次はもう、ちょっとお高い商品が出たら、先着何名であげますぐらいでもいいかもしれないですね。つけるぐらいでつけるぐらいの、それぐらいでもいいかもしれないですね。マジですか、それ。どういうことまあまあ、末永くいるのも面白いんじゃないかなと思うんで、まあ、これはこれでいいんじゃないですかね。在庫の守り神ですよ。さらにもうちょっと面白いのが、後から僕知って衝撃だったんですけど、いろんなうちのタイトルとかのピンズ、ピンバッジ。いっぱいあったやつね。はい。あれね、一つ1000円で、売らせていただいて、まあそこそこ、出たんですよ。みんな買ってくれたんだ。そう。で、ほーっと思ってこう、見たらですね、売れてる数だけ、なんかマイナスになってて。つまり、原価がね、倍価を上回ってるんですよ。どうしてんの1000円で売ってたんですけど、なんか1個作るのに1020円かかってるらしくて。何よさ。なんかしかも、そう。どういうことって聞いたら、なんか神谷秀樹が、リテイクを出しまくったらしくて。クオリティをより上げるためにって。アクリルフィギュアの人が。そうです。で、それの結果クオリティも上がったんですけど。ちょっとさ、もうそいつ、会社からいや、ほんとに何にも考えてないなっていう。役割なんでしょ、それ。だからまあ、売れれば売れるだけ、売れた数かける20円を損してます、我々。商売分かってないよ、そいつ。そうです、そうです。だから、まあ、逆に言えばね、プラチナゲームズに、こう、害を成したいものはバンバン買えば、その分プラチナにダメージが与えるんで、そういう、悪用もできちゃうっていう、大ダメージよね。危険な存在なんですよ。ちょっと。まあ、そんなね、感じだったみたいですよ。それ合流した本当に。いや、合流したんじゃないですか。まあ、まだそこまでは吹っ飛ばすほどの売れたわけじゃないらしいんで。まあまあ、まあまあ私たちもちょっとくすめようと思ってたのに。そうですよ。いや、なんかそんな、結構まあ、いろいろな内訳でしたね。こんな結果発表です。まあみんなが買ってくれたんだったら。そうです。まあ、そうそう。手に入ったらいいんじゃないですか。そう、いいものなんでね。はい。またぜひ、なんか機会があれば皆さん、手に取っていただければなと思います。はいはい。で、まあ、売り上げの話は、まあ、これぐらいなんですけど、まあ、景気の悪い話はこれぐらいにして。そう。まあ、ちょっとね、僕、現場行ったんですけど、まあ、いくつか面白いゲームあったんで、なんかインディーゲームの。そうです。出店があった。そうです。そういうとこやもんね。そうです。はいはい。で、まあ結構面白いゲームあったんですけど、ちょっと、まあ時間もあれなんで、一つだけちょっと面白いの、紹介します。はい、おすすめ。その名も、もしもしパニック。ワニワニパニックって知ってます？ワニ叩くやつ。そうです。ゲームセンターとかに置いてあって、まあハンマーでワニバンバン叩いてっていう。あるね。どんどんワニがたくさん出てきて、もう後半は手が追いつかなくなって、うわーみたいなパニック感が味わえるみたいなゲームなんですけど、これをちょっと、まあ、もじったというか、タイトルだと思うんですね、これ。で、どういうゲームかっていうと、ゲームのコントローラーじゃないんですよ、そもそもまず。モニターにまあゲーム画面映ってるんですけど、デバイスは目の前に固定電話が置いてあるんですよ。受話器が。電話が。で、これ3台置いてあって、で、この3台に対応した受話器の相手みたいなのが、その画面にこう3分割で映ってるんですね。テレビ画面に。はい、右左中と。で、プルルルってかかってくるんですよ。で、そうすると、実際にその受話器が鳴るんですよ、プルルルって。目の前で。電話の。で、もしもしって出ると、声聞こえてくるんですよ。受話器から。そうです。で、お母さんだったりとか、いろんな人が電話かけてくるんですけど、かけてきて、で、こっちに応答を求めるんですね。うろ覚えなんですけど、例えば美味しいもの食べた、もらったから、あげるわあなたに、みたいな。お母さんが言って、ありがとうとか、いらないとか。そういうの言うんですよ。で、間違えちゃいけない答えってのがあって、要は詐欺電話とかかってくるんですね。オレオレ詐欺みたいな。世相を切ってますね。そう。とかがかかってきて、オレオレ詐欺とかがかかってきたら、もう、
いや、関係ないんでってちゃんと言わないと。あだからお金振り込みますみたいなことを言っちゃうと減点みたいな。で、正しいレスポンスをしていくと、ポイントが高まっていくんですよ。すごいな、それ。そうなんですよ。で、ちょっと、さらに、警察がかかってきて、まあ、オレオレ詐欺とか気をつけてくださいとか、まあ言ってきたりするんですけど、同時にその、受話器がだんだん後半になると、同時になったりするんですよね。だからもう早く切って、早く応答してみたいな、だんだん手が忙しくなってくるんですけど、パニックってくるんですね。そう、パニックってくるんですよ。で、さらにそういう時に、オレオレ詐欺の人と警察が同時にかかってきたりするんですよ。すごいコラボやな。そう。で、かけてきたら、まあ、両方個別対応してもいいんだけど、この受話器を聞く側と喋る側をこう逆にしてガチャンとデバイスをくっつけると、勝手に、犯人と警察が交わって、はい、解決みたいな感じで高得点みたいな。よくできてるんですよ。すごいな。だからこれをどんどんやって、だから変な電話だったらもう、オレオレ詐欺だと思ったらもう応答しないですぐ切ってもいいんですよ。ガチャン。だからそういうのをものすごい千手観音みたく、サササササってやっていくと、で、制限時間内に、どれだけポイント稼げるでしょうみたいなゲーム。ようできてるな。すごく面白くてよくできてるんですよ。なんかその目の前にさ、電話があるって聞いたときはさ、まあなんかその、連動して物理的に電話取るだけかなと思ったんだけど、そんななんか工夫もあるんや。そう、なんか結構ね、よくできてました。面白かったですよ。よくできてるな。遊んでみたいな。で、これがその僕の前にやってたその方が、まあその500ポイントぐらいあったんですよ。で、じゃあ、まあ僕、結構脳内でシミュレートして、そういう要素があるのもしてたんで、これはちょっと、ハイスコア叩き出したなって思って。ギャラリーとしてまず観察してから、観察してから、なんか17点とかでした。ちょっと、桁違いやん。桁違いに下手くそで。いや、結構、なんかすごく前の人上手かったみたいですね。シミュレーションなんだった全然難しくて。で、なんかそれを開発者の方に、ちょっと全然僕いけると思ったんですけどって言われたら、採点の方式なんでしょうね。その、マイナスの方もいるんでっていう風に慰められました。はい。そういう採点方式があるんや。単純にもう、減点してマイナスになってる人もいるらしくて、まあ、なかなかで、ハイスコアの方は4桁とか言ったりするみたいですね。すごいな、それも。そう。でもなんかさ、その開発者の人と話できるっていうのもなんかええな。そうなんですよ。で、それもね、だからどういう風に作ったんですかとか、結構話を聞いて、まあ、クリエイター的にも面白いかなみたいな感じのイベントではありますね。もうこれはどこでもそうですけど。ネギの分際でそんな生意気なこと聞いたんや。そうなんですよ、これどうやって作ったんですかみたいな。スパイ長々と聞いて、なんかこいつ、なんか全然そのパンピーの癖してみたいな顔されてましたけど。なんか情報探ろうとしてんなっていう。そう。で、しかもこれをね、作った方は、ゲーム開発者というか、プロというか、ではなくて、学生さんでしたね、大学の。だからそういうなんか、畑も違うし、すごくいい発想で、よかったなと思いました。なんか、そういうの聞くと日本のこう未来が明るく感じますね。いや、そうですね。なんか懐かしい、なんか専コンって言われて専用コントローラーっていうのは、ちょっとプレステ1とか、あの辺の時代でものすごく出たんですけど、ああいうのにこう、ときめいた心を思い出しましたよ。まあ、そんな感じです。なんだその寂しい終わり方。まあまたね、来年も参加、ぜひ、しましょう。そうですね。まあ、それはね、マネー必要ですから。マネーをパンパン稼げばいいと思うんで。というわけでまた、次回、さよなら、バイバーイ。バイバイ。